どうも、ともです。今回は動画の後半で空島編に隠されていたルフィとイム様に関する面白い裏設定をお話しますので、後半だけでも見ていってくださいね。まずはイム様考察のまとめからいきます。前回までのまとめ動画でイム様とナミは双子であり、現在のイム様は誰かに操られている、もしくは成り代わっている者がいる、それが呪いなのではというような考察をしました。今回はナミとイム様の祖先にあたるであろう月から来た王と結婚相手についてです。僕はイム様というのは官職の称号であると考え、月から来たであろうイム様を初代イム様と言っています。過去の動画で話しているので理由は割愛しますが、僕はワポルが初代イム様のヒントキャラだと考えており、ワポルは扉絵連載でミス・ユニバースと結婚します。このミス・ユニバースという言葉はドフラミンゴ海賊団のジョーラが言っています。誰がミス・ユニバースざますや誰がボア・ハンコックざます誰が1000年に1人の美少女ざますと言っており、ジョーラはいつもマーメイドドレスを着ています。ハンコックはヘビ姫なのでミス・ユニバースは海ヘビの人魚なのだと思います。1000年に1人の人魚といえば古代兵器ポセイドンのことでしょう。ですので初代イム様の結婚相手は人魚姫であったと思います。ではイム様の種族は何だったのかというと、僕はミンク族だったと考えています。ミンクとはイタチの仲間であることからイタチに注目し、海イタチのネロとイタチウオのアラディンをアルファベットに変換して逆から読むとイタチイム、王イタチとなり、イム様はミンク族の王様だったと考察しました。この辺の細かい考察が気になる方は過去の動画を見てください。ミンク族と人魚のハーフは怪獣、怪物ですね。イム様がミンク族と人魚のハーフだという説はイズクさんも言っているので間違いないと思います。イズクさんはとんでもない量の根拠をもとに考察を分かりやすく説明されています。イズクさんは僕とは全く違った根拠からイム様がミンク族と人魚のハーフであると考察されているので、イズクさんの動画も見てもらえると信憑性が増します。さらに僕は初代イム様には鶏のイメージがあると考察していますので、インペルダウンに登場した鶏が産んだヘビバジリスクが初代イム様と海ヘビの人魚姫の子供が怪物であったということを表していると思います。以上4本にわたるイム様まとめ動画ですが、過去にもっとたくさんの根拠で考察した動画を出していますので、興味を持たれた方はぜひ見ていただきたいです。ここからは新しい考察をしていきます。ワンピースの前半の海に最終章のヒントが仕込まれていると言われてますよね。その中でも空島編は神を名乗るエネルも登場し、特にヒントが多いと僕は考えています。空島編のバトルのラストはルフィがゴンゴムの黄金ライフルでエネルごと黄金の鐘を撃ち抜きます。僕はこれが最終局面で正気を失っているイム様をルフィが正気に戻すことを表していると思います。どういうことなのか順にお話しします。前回の動画でイム様には緑の呪いがかかっているのではないかと考察したのですが、その動画に心ばあさんも髪が緑でジュゴンで呪いを受けたんだなと地蔵さんからコメントをいただきました。緑、ジュゴン、まさに考察通りのキャラですね。心ばあさんは基本的にずっとお酒を飲んで酔っ払っています。これがイム様のヒントなのだと考えると、連想できるのはパンクハザードに登場したイエティクールブラザーズ。イエティクールブラザーズといえば F の16区間でどんな酒豪も泥酔状態と眠気に襲われる KYP ガス弾を使いました。これってストーリー上は催眠ガスでいいはずです。それをわざわざ酒で説明しているところが心ばあさんの酒と同じようにイム様にかけられた呪いを表していそうです。イエティは雪男と同一視されますから、そうなると気になるのが31巻の SBS で語られている恐竜の子ガチャピンと雪男のムックです。この SBS で読者からの PS ガチャピンの中に人が入っているのをご存知でしたかというコメントに小田先生がわざわざガチャピンはああいう生き物ですと返答されています。これは逆に注目してくれってことですよね。小田先生監修のアニメハートオブゴールドでも恐竜の着ぐるみを着た父親が登場しました。ガチャピンが表すものは前回の動画で考察した緑の呪いに包まれたイム様でしょう。ここまででイム様にかけられている呪いがお酒のイメージであることは伝わったと思います。では何の酒に酔っているのでしょう。イム様は目が赤いのでレッドアイとします。これはビールとトマトジュースを混ぜたものです。ビールの原料であるホップは緑色なので緑の呪いです。トマトは漢字でサンゴジュナスと書くので前回の動画でお話した呪いですね。サンゴは古の月の王が柵の向こうに閉じ込められているイメージがあり、サンゴ15、ジュゴンです。次にビールを考えます。今回は理由は省きますが、僕はジャヤの森にいる生き物の全てがイム様のヒントだと思っています。その中にいましたよね、巨大なナメクジ。ルフィは海雲の上をウェーバーで進むパガヤのことをナメクジと間違えました。
海のナメクジを英名に変換するとウミウシのことです。ちなみにウミウシの一種であるアメフラシは海のウサギです。めちゃくちゃイム様のヒントな気がしませんか？まあ話を戻しますが、ナメクジってビールの匂いが大好きなんですよ。他にはイム様のイメージがある雨からヒントキャラだと考えられるペロスペローは雨ナメクジという技を使うんですよね。イム様がナメクジのイメージであるということは伝わったと思いますが、ペロスペローの技にとても気になる名前のものがあります。週末の雨です。とても意味がありそうで考えても何も思い浮かばないこの技名、ちょっと無理やり変換しちゃいましょう。週末を1週間の終わりだと考えると金土となります。これを金土に変換すると金になります。これは少し強引でしたが、頂上決戦編のラストはルフィがオックスベルを16点称していましたよね。以前の考察で金は金とわらべが好きなナミを表しているとお話しましたから、ナミと双子であると予想するイム様のことも表しているんだと思います。ここまでの考察を踏まえた上で、イム様を黄金ライフルで撃ち抜くとはどういうことなのか。ルフィは右腕に黄金の玉をつけられていました。そしてこれをルフィは金玉と呼んでいます。金玉をイム様にぶつけるんです。すみません、これは言いたかっただけなんですけど、金玉を玉金と並び替えるとこれはウコンと読めます。ビールで酔っ払っているイム様にウコンを飲ませて酔いを覚ます。あくまでこれはイメージの話ですが、ワンピースは正気を失っているイム様を正気に戻すという裏設定があるのだと思います。話は変わりますが、空島編のラストに少し気になるシーンがあります。それは身体が倒れていたホラー穴の先の空間です。エネルが身体を攻撃した時にできたであろう跡なのでしょうが、穴だらけになっています。僕の動画やツイートを見てくださる方にはこれだけで伝わると思いますが、穴だらけはイム様を表しています。さらに空島編ではイム様のヒントだと考えられるものがまだまだあります。空島に来る前に出会った猿山連合軍の症状に注目です。症状は、知っとるか、七部会の一角、あのクロコダイルが落ちたんだ。実力的に言ってその椅子はまさかして俺に回ってくるんじゃねえかってもうハラハラして待っている俺だと空いた椅子のことを気にしています。その後マシラがルフィたちに蹴り飛ばされたことを聞き、蹴り飛ば兄弟をよくもと言っています。そして症状はマイクで歌を歌う。空いた椅子、鳥羽、兄弟、歌で連想できるといえば演歌歌手鳥羽一郎の兄弟船でしょう。一郎は語呂合わせで16ですからイム様を表し、空いた椅子は空の玉座を表します。頂上がイム様のヒントキャラだとすると、もう一つ気になるセリフがあるんです。いいか、俺の怒りという名のトンネルを抜けるとそこは血の海でした。めちゃくちゃ意味深ですよね。同じように233話ではトンネルの中にいるバギーがどんな怪物が飛び出すか、はたまた地獄絵に見る血の罠かと言っていますから、トンネルと血には何か関係がありそうですね。トンネルと血に関してはまだよくわからないので怪物に注目してほしいのですが、僕は怪物はイム様を表す言葉だと考えていますので、トンネルの先にはイム様がいるということになります。SBS にトンネルの向こうは不思議な街でしたというのがあるので、もしかしたらこれもイム様の居場所を表しているのかもしれません。空島に出てきたトンネルといえば4つの試練の入り口、貸し紙のお腹の中、身体たちが閉じ込められていたホラー穴です。 SBS の不思議な街とリンクするのは人が住んでいるということでホラー穴でしょう。穴だらけといえばベルメーサルのみかん畑を穴だらけにしたのはネズミ大佐でした。アラバスタで穴をたくさん掘ったのはモグラ人間のミスメリークリスマスです。モグラは土の竜と書きますが、他のネズミと書いてもモグラと読みます。ゲダツの扉絵連載でも穴だらけの土地にモグラが住んでいました。ハイエナのベラミーが処刑人ロシオと戦った後も穴だらけになっていました。ハイエナはたてがみ犬と書くので、ここにもネズミが入っています。例外は魚人島に登場したダルマザメのダルマです。ダルマにはネズミの要素を見つけられませんでした。ネズミとハイエナとの共通点を考えるなら何でも食べてしまうということでしょうか。話を空島に戻しますが、ホラー穴の先におそらく身体が生活していただろう場所があり、そこがエネルの攻撃で穴だらけになっていました。エネルにもネズミのイメージを持たせている。雷、ネズミ、ピカチュウ。ルフィはエネルに球体をぶつけてるし、弾を投げて仲間にする描写もある。もしやルフィの夢とは世界一のポケモントレーナー。すみません、言ってみたかっただけです。話を戻すと、身体が作らされていたのは箱舟マクシムですよね。僕は以前の動画でマクシムはウラヌスを人工的に作り出そうとした試作品なのではないかと考察しました。ウラヌスとは僕の考察ベースで考えるのであれば初代イム様のことです。では初代イム様は現在どこにいるのか。それはシロップ村がヒントになっているのかもしれません。
以前に考察したように、カヤと執事のメリーとキャプテンクロはイム様の周りの人間関係を表していそうですよね。そう考えるとシロップ村はマリージョアとのリンクになりそうです。浜辺には絶壁があり、村には北と南の柵からしか入れない特殊な地形。村に一つだけある大豪邸はおそらくパンゲア城を表します。そう考えると、嘘を真実に変える男、ウソップのついた嘘、俺はこの屋敷に伝説のモグラが入っていくのを見たんだがヒントになります。先ほども話した通り、モグラはイム様も表す動物でしたよね。カヤの屋敷の地下とリンクするのはパンゲア城の地下。頂上のトンネルを抜けるとの下りは川端康成の雪国を連想します。階段をトンネルだと考えると、その先にあるのは冷蔵庫のような部屋。ウラヌスである初代イム様が眠っているのではないでしょうか。今回の考察は以上です。ご視聴ありがとうございました。次回は覇気についてちょっと攻めた動画を出そうと思います。少しでも面白いと感じた方はチャンネル登録、いいねボタンをポチッとお願いします。